それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推しとのご縁の深まり方について見ていこうと思います。推し様の現状と、そして今後推し様との関係がどう変化していくのかを見ていきます。よろしくお願いします。では見ていきましょう。タロットカードで最初に展開していきます。はい、それでは見ていきます。もう少しカードを下げていきますね。見ていきましょう。こちらもめくっていきます。なるほど。そしてオラクルカードを出していますので補足で見ていきますね。トランプからも見ていきます。スキルのカードと、あとは、アドベンチャー、冒険ですね。そしてクリスタルからはこのカードはクリソコラというカードです。そしてこのマジシャンがお日様の現状です。そしてこのハーミットっていうのがあなたを表しています。はい。そうですね。お日様とあなた似ているなっていう風に感じます。そうですね。考え方や趣味とかが似ているのかなっていう風に感じますし、お日様の影響を結構受けてるんじゃないかなとも思います。そうですね。性格的に似ているってところもあるかもしれないですね。あとは違いはあれど、なんか共通点があるっていう感じがするんです。例えば同じテーマに向かって取り組んでいたりとか、それのアプローチ方法は違うんだけど、例えばお日様は肉体派であなたは頭脳派みたいな感じでアプローチの仕方は違うけど目指してるところは同じだよねとか、同じところを最終的に見ているなってそういう感じもしますし、はい。そしてここの真ん中に出している6枚がお日様との関係がどう変化していくのかとか見ていくポイントとして、はい、出しています。まずお日様の現状からですね見ていこうと思いますね。お互いすごくSNS を使ったりとかトークが上手だったりとか、お日様もすごく活躍されている方ですよね。マジシャン手が器用だったりするので、趣味多趣味とか、あとはですね、例えば歌いながらダンスできるとか、両方いろんなことできるなっていう感じがします。歌もできるし演技もできるし絵も描くとかね、歌がうまいとか、そういう特性があるんじゃないかなと思います。そしてこのクリソコラっていうのが新しいスタートっていう意味があるので、お日様がこれからやっぱり形にしようとしていることがある。そうですね。新作を発表するとかステージ舞台に立つっていうことが決まって発表する新しいスタートでの活躍、新しいスタート、そうですね。作品を出版する出品するとか、作品を世に出すっていうこともそうですし、活躍の場面っていうのが見えてきていますね。あなたの方もお日様について思い悩んでることがあるようにも感じます。ハーミットなので、そうですね、一つのことを探求する、つまりはお日様のことをいっぱい考えていて、お日様つまり子さんみたいな感じで、子さんのファンですね。自分がずっと応援してるんだとか、お日様について深く研究しようって思っていたり、もっともっと深く理解したいなっていうそういう気持ちが芽生えているんだと思いますね。ずっと応援していますよっていうそういう雰囲気も感じるので、長く押されているような気がします。そして今は夢中、お日様に夢中っていう感じがしますね。ただしそのお日様を取り巻く環境、つまりあなたとあとファンとの争いですね、構想っていうのがちょっと見えますね。お日様とあなたの間の争いではなくて、ここはファン同士の争いなんじゃないかなっていう感じもしますし、あなたを取り巻く環境が穏やかではないなっていうふうに思います。忍耐や我慢を強いられるようなこと、心傷つくようなこと、誰かと争わなければいけないとか、周りの目を気にしてしまう、誰かから反対される、
そんなことがあるんじゃないかな。なかなか押しづらい。だから一人でこっそり応援していますとか SNS 発信していないっていう方もいるかもしれないですね。一人で殻にこもってお日様を見ているっていう感じがする。しかも夜遅くまでっていう感じがするので、仲間がいないとかね、同じ推しのね共通の仲間を作りたくないのかもしれない。なんかいろんなことごちゃごちゃするの嫌だから、一人の方が気楽に応援できるなっていうところで仲間を作っていないような気もしますし、また過去に揉めたから今はマイペースに応援したいなっていう気持ちもあるんじゃないかなとも思います。あんまり揉めたくないとか、推しについて嫌な思いしたくない、傷つけられたっていうのがあるので、前 SNS やってたんだけどそこで揉め合いになって今距離を置いているとか、そういう方もいらっしゃる。どうやってこの SNS で活動していこうかな、応援していこうかなとか、推し活のアカウントどうしようかなっていうことで考えてる方もいるんじゃないかなと思いますね。あとは推しの動きに対してどうしようかなって悩むこともあったんじゃないかなと思いますね。あともう少し見ていきましょう。まずお日様のところにカップの5番、お日様を表すところにカップの5番があったので、このお日様の動きに対して私どんな押し方をしていったらいいんだろうって戸惑うようなシーンがあったかもしれません。例えばお日様がしばらく休止していたから、自分の中でどうしようかな、なんか揉め事とかもあるし、このお日様のことを応援していっていいのかどうか、自分の中でがっかりするようなこともあったんじゃないかな。例えばチケットに落選したとか、お日様がしばらく休止してなかなか姿を見ることができなくてがっかりしちゃったとか、どこか所属しているところから外れた、退所するとか、抜けていってそれでがっかりしちゃった、自分が落ち込んじゃったっていうこともあったかもしれない。ずっとこうやって我慢して待っていたのにとか、なんか当選しますようにってお願いしていたのに外れちゃってがっかりっていうのが入ってきますね。もうダメかなっていうふうに心痛めちゃうとか、ライバルに負けた、あの人はチケット当選してるのに自分は当選できなかったとか、そういう意味でがっかりした気持ちっていうのをお日様に抱いていたような、そんな時もあったんだっていうのが出てきています。じゃあどうすればいいのか。今一人で応援しているような自分、周りとうまく馴染めないんじゃないかとか、争いを避けようとしている、そんな自分やお日様に対してどう向き合っていけばいいのかとか、どう変わっていくのか、関係性がっていうところをテーマに見ていくのがこの2枚です。ペンタクルの10とラバーズですね。そして課題点がラバーズなので、周りと手を取り合っていくためにっていうこともそうですし、お日様とあなたが手を取り合っていくために、つまり今以上のつながりを求めていくためにとか、関係性を深めるためにとか、安心して推し活ができるためにっていうことのこのコミュニケーションを取っていきましょうねっていうラバーズ。また悩んでいることがあるんだったら、まずそこから決めていかなきゃねっていう、そういう選択の意味もあります。ただ悩んでいるっていう感じがしない、あまりしなくて、どちらかというと争いに巻き込まれたくないとか、お日様に対して、推しのね活動に対してがっかりするようなことがあったんだけど、そこから自分の中で立ち上がりたい、盛り返したいっていう気持ちの方が強いのかなっていうふうに思ったので、気持ちの切り替えが大切なのかなと思いました。そしてあと、お日様となかなか最近コミュニケーション取れていないなっていう方は、これから取る機会が増えていくと思うので、なぜだったらここに新しいスタートっていうのが入ってるので、お日様の活動がこれから活発になっていく可能性があるので、そこでまた新しくコミュニケーション取れていくんじゃないかなとも思います。必要なのはペンタクルの10、仲間がいると心強い、正直っていう感じなんですが、どうしてもね、私一人がいいんです、一人で応援したいっていう方は無理に仲間を作らなくていい。だって争いになったりするからっていうふうに思ってらっしゃるから。なので安心できる仲間とのつながりを持てるんだったらそれがいいんだけど、でも急がなくていい。自然と見つかってきて、自然にね信頼できる相手、推し活仲間ができるんだったらそれでいい。でもそうじゃないんだったら今は無理に作ろうっていうふうに意識しなくても大丈夫。いずれそのつながりっていうのが見つかってきそうな気がします。あとは推しを安心して推し続けられること、それが一番のテーマです。はい、雲のカード、もやもやから
晴れる時、やっぱり不安に思っていることがあなたの中であったのかなと思います。このまま押していっていいのかなとか、今の押し方を変えた方がいいのかなとか、周りのことを気にしていたりとかしていたかもしれません。そこからそのモヤモヤを晴らしていくべき希望を表すスターのカードです。はい、そしてお魚のカード、もっと豊かさをっていうところで流れを良くしたい、できればその推し活仲間やそうですねチームっていうところができるといいんですけど、でも縛られるのは好きじゃないですよね。あんまりがんじがらめにルールにとらわれるのはあなた自身が好きではないと思うので、なのでデリケートな自分の心、繊細な心を守るためにも一人で推し活っていう選択もありなんじゃないかなとも思います。そしてやっぱり推し様に対しての諦めきれない思いとか、推し活続けたいっていう気持ちがありますから、それを大切に持っていってこのまま推し活続けていかれるといいんじゃないかなと思います。そして周りじゃない推しと自分ってことを考えた時に、やっぱりこれから先発展していく可能性がある。つまりはがっかりしていたところからぐっと持ち上がるような出来事があると思うんですね。今まで当選してこなかった、落選していたんだけど次は当選できたとか、それが推しの近い席だったとかね、そういうこともあると思いますから、嬉しい出来事があると思いますね。これから発展していくから、だからこそ諦めずに、そしてモヤモヤを晴らすことをしてみてください。ではメッセージいろいろもらっていきましょう。まずは推し様が伝えたいことです。推しからのメッセージとしては、あなたらしさが響き合う時だよっていうメッセージ。得意なことが推しとのご縁を温めるきっかけになっていくでしょう。これまで積み重ねてきたこと、夢中になってきたこと、それはあなた自身の色としてしっかりと輝いています。そして今そのあなたらしさが誰かとつながるきっかけになろうとしています。やっぱり誰かとつながるきっかけっていうのがこれから生まれてくるのかなっていう気もしますね。例えば好きなことについて語り合えたり、自分の得意なことを生かして誰かに喜んでもらったり、自分にできることがほんの少しずつご縁の輪を広げてくれます。それはきっと推しとのご縁にも重なってくるものです。何気ない発信やあなたが見せるまっすぐな思いがちゃんと届いている可能性もあります。またこの時期は仲間やチームと協力する場面も増えていきそうです。一緒に何かを作り上げることや役に立つことがさらにご縁を深める鍵になっていくでしょう。例えば推しの新しいスタートについてお祝いの企画を立てるとか、広告を出す、誰かと一緒に協力する、そこに参加するっていうこともきっかけの一つになっていくと思います。小さなことからでも構いません。あなたらしさがにじみ出るような行動を今日も一つ選んでみましょう。その一歩があなたと推しとの距離を少しずつ近づけてくれるかもしれません。では推しとの変化はどんな変化が見られますかというと、やっぱりここの始まりですね。ここからまた始まる。ご縁は新しい形で少しずつ動き出していきます。最近なんとなく前とは違うなと感じることありませんか？それは推しとのご縁が新しいステージに入ってきたサインかもしれません。例えば前ほど無理して追わなくなったとか、ふとした瞬間にこの人を推していてよかった、好きでいてよかったと心から思えたこととか、そうした変化の中に前向きな気持ちの切り替えが生まれてきています。このご縁はリセットではなく新しいスタート、更新です。あなた自身が成長してきたからこそ、ご縁の感じ方や関わり方にも自然と変化が起きているんです。今こそ自分の心の中を少し整えて、これからの自分と推しとの関係に新しい空気を取り込んでみてください。気持ちの整理をして部屋を片付けたり、日常のルーティンをちょっと変えるだけでもご縁の流れは柔らかく整っていきます。そうなんです。今のあなたは整理したいっていう気持ちが生まれてきてると思うんですよね。それは対人関係の整理だったりとか、推し活をもう一度見直そうって思っていたりとか、このハーミットも示している通り、この推しどこが好きなんだろうってことをもう一度改めて感じるような瞬間があったりとか、推しとのつながりについて深く考えたりとか、考えをまとめたい、推しのグッズを整理したいってことも入ってるかもしれませんね。
その整理することや片付けることっていうのがご縁の流れを柔らかくしていきます。今のあなただからこそ築ける関係があります。ゆっくりと、そして新しい関係の形が推しとの間に育まれていきます。そしてあなた自身の好き、これ得意だよっていうことを生かしてねっていうカードが出てるんですね。何が得意なのかってことをもう一度見てみてください。意外なことかもしれません。例えばダンスが得意ですとか、絵を描くのが得意とか、あなたの得意なことあるんじゃないかなと思うんですね。それは人とつながることが得意ですかもしれませんし、話しかけるのが得意ですとかね、コメント気軽に打てますとか、それも立派な特技です。その自分のスキルを生かしたことをしていくとご縁が広がっていく。最初はその推し仲間から始まっていく可能性が高いんです。そこから徐々に広がっていって、推し様にご自身の存在が届いていくような、そんな流れになっています。そして推しの近況としては新しいスタートが入っているので、今から始まることやお知らせがあるんじゃないかなと思います。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらのカード、サインを見逃さないでというカードです。小さなサインはつながりの証。最近ふと耳にした音楽や目にした言葉、何気なく見た数字の並びや誰かの何気ない一言、それがどこか推しとつながってる気がする、そんな瞬間ありませんか？それ気のせいじゃないかもしれません。今のあなたには身の回りのちょっとしたサインに気づく力があります。推しとのご縁もそうしたサインからそっと寄り添ってきています。例えばなぜか急に思い出したあの場面、おすすめで流れてきた過去の動画、タイムラインで偶然見かけた関連する言葉、こうした小さな偶然があなたの気持ちを温かくしてくれるんだったら、それはすでに立派なご縁の証です。目には見えなくてもつながっている感覚はちゃんと存在しています。それはあなたが日々を丁寧に生きているからこそ気づけるものなんです。忙しい日々の中でも、今日はどんなサインがあるかなと少しだけアンテナを立ててみてください。そこに推しからの優しい合図があるかもしれません。そしてちゃんと自分をいたわる時間も忘れずに、夜は早めに休んで心も体も整えてあげましょう。そうすればきっと明日もまた心がほんの少し明るくなれるでしょう。小さなサインを見逃さないでというメッセージです。今回は推し活シリーズ、推しとのご縁の深まり方、そして推しの近況やあなたへのメッセージをお届けしてきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推しとのご縁の深まり方、そして推しからのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。では今回は推し様の現状、そしてあなたの現状と今後推しとの関係がどう変化するのかを見ていきましょう。よろしくお願いします。ではタロットカードを展開していきます。はい、それでは見ていきます。お日様の近況がこちらですね。ペンタクルのナイト、そしてこの真ん中の6枚がお二人の変化、流れ、関係性がどのように深まっていくのかっていうのを見ています。カップのナイト、ペンタクルページ、カップの2番、ワンドのキング、ソードの7番、そして太陽のカード、ここに出ているジャッジメントのカードがあなたの近況を表しています。はい、そして今回オラクルカード見ていきましょう。こちらも合わせて見ていきますね。こちらはシンプルにっていうカードです。そしてあとはですね、クリスタルからはアクアマリン、流れに
身を任せる、流れに乗るというカード。トランプからはレゾリュート、揺るがない意志を表しています。ではこれからも見ていきましょう。かなり活発的だなっていうのを感じますね。動きがある。それは関係性の変化っていうのもそうですが、お日様が活発的に動いているなっていう印象も受けます。そうですね、お日様の中では活発的っていう感じ。この方がアクティブな方なのかもしれないし、そのマイペースな方かもしれないんですが、ただ動きがあるってことなので、最近忙しいとか、舞台やステージがたくさんある、その出演がたくさん決まっていたり、スケジュールが埋まっているような感じがします。そしてファンに対してやっぱり誠実に向き合いたいっていう気持ちがすごく現れているので、最近ファンと触れ合うような機会を設けようとしてらっしゃるのかもしれません。そうですね、動いていらっしゃるっていうことと、あと真面目に取り組んでるってことなので、活動を一生懸命頑張ってるなっていうのも伝わってきますし、ファンとの間にも確かな絆とか安心、ファンがね安心できるような場所を作りたい、そのために動いていたりとか、中にはチャリティー活動みたいにその自分で何かできることないかなっていうふうに模索してらっしゃるような、そんなお日様もいるかもしれません。そしてあとは世界進出ですね。世界っていうところを、ワールドっていうところを見据えて活動されているような、そんなお日様もいらっしゃると思います。そしてそんな中であなたはジャッジメント、待ってましたっていうのが入ってくるので、嬉しいお知らせが最近やってきてるんじゃないかなって思うんですね。決定事項を聞いてやったーっていう風に喜び、っていうのもありますね。復活、再開とかそういう意味もあるので、お日様に最近会えたよとか、近いところにいたよとかね、そういう嬉しいこともあったと思いますし、お日様の動きに対してやったーっていう風に喜んでいるような、そんなあなたの姿が見えますね。では2人の関係性ってどういう風に変わっていくのかって言ったら、ここですね。ここが出ています。ただポイントもあるので、それを踏まえながら見ていこうと思います。すごく相性がいい。そしてお日様とあなたが誠実に今まで応援し続けてきたから、そのお日様にそのあなたの応援の心が伝わってるんだよっていうのがちゃんと入っています。認知されてるでしょう。あなたがお日様に対して全く何もしていないって方だったら認知されてないかもしれないけど、多分されてると思うんですよね。ご自身で何か発信していたりとか、 SNS だったりとか、あとコメント残していたりとか、 DM 送っていたりとか、何かしらそのライブ行ったりとかね、推しの方に近づこうとしているあなたの活発的な動きっていうのが見えるので、何かしらアクションを少しでもやってると思うんですよ。それを見ているよ、しっかりと届いているよっていうのが伝わってきています。そしてあなたのその活動を見ていいなとか、元気もらってるよ、励ましてもらってるって、そんな温かい気持ちが入ってきますね。ただし気になるポイントもあるので見ていきましょう。1枚出していきます。無知のカード。そうですね。もう少しもらいましょう。スターのカードですね。はい、狐のカード。これです。このソードの7番っていうところで、お日様の間で変化、何か起こることあるって言ったら、今の現状よりあなたにとってはあまり嬉しくないような変化かもしれないなっていうふうに思いました。この単独行動を表すソードの7番が入ってきていて、それがお日様を表しているんですね。で、お日様がこの無知なので、一人で何か決めて動いたとか、今まではみんなでやっていこうねとか温かい雰囲気だったのに、一人で頑張っている、そんな姿を見てしまったとか、それは決して悪い意味ではないですよ。陰ながら努力しているところとか、すごく自分に厳しくしている、例えば減量しているとか、すごい自分を鍛え上げている、練習を遅くまでしていたりとか、そういう姿を目にするのかもしれません。そして思っていたよりお日様ってすごく自分に厳しすぎないとか、心配になっちゃうっていうぐらいのね、追い込み具合っていうのが入ってくるので、動いているんだけどしっかり休めてるのとか、そういう場面を見ちゃうかも。
思い悩んでるんじゃないかなとか、例えばバッシングを受けるとか、無知叩かれるってことなので、その姿を見ていてあなたが心配になっちゃうっていうような、そんな場面が出てきそうな気がします。そしてスターと狐のカードも入ってるので、お日様が困ってるんじゃないかなとか、一人で抱え込んでるんじゃないか、本当はそのお日様っていうのはひどく疲れていたり悩んだりしてるんじゃないのかなっていうふうに心配になるような面もある。それぐらい頑張り屋さんっていうことなんですよね。だから今まで見えてこなかった面が見えてきて心配になっちゃう、大丈夫、追い込みすぎてないっていうふうに、そういう意味の変化です。はい。なのでそれを変化を見てもやっぱり支えてあげたいとか、押し続けたい、応援したい、頑張って活躍応援したいんだっていう、そういう気持ちは変わりません。でもそういう一面を見ちゃうのかな、叩かれている、それが心配だなとかね、そういうことがあるかも。そしてそれはお日様に非がないんじゃないかなと思うんですよね。一方的に叩かれるとか、あまり嬉しくない扱いを受けたりとかして、それってどうなのみたいな、テレビを見ていてそれどうなのみたいなことを思ったりもするんですけど、そこであえて抑えてほしいっていう風に出てきてるんですね。それどうなのっていう風にお問い合わせしないで、まずは一旦自分の気持ちの中で抑え込んでおいてほしいって、そういうことも出てきています。そうですね。そしていつも通りにまた戻っていくから、この穏やかなね、この雰囲気に戻っていくので、波が立つようなことはあっても過剰に心配しすぎたりとか、過剰な言動とかには出ないように、そこだけ注意が必要です。お日様の出番が失われちゃう、見せ場がなくなっちゃうとか、誰かに取られちゃうとか、そういうことがありそうなんだけど、そこでね、冷静にしておいてくださいって、お日様大丈夫だよって言ってくれてるんで、何か自分を厳しくするとか厳しくされるようなことがあったとしても、この方ね、頑張り続けるので、そして成果も出す。頑張るのは無理して頑張るんじゃなくて、自分でそうしたいからやってるんだよ、だから大丈夫、心配しないでねって。なぜだったらこのお日様には目標があるから、自分でこうなりたい、こんな活動をしたいっていう目標があるから、たとえねちょっと叩かれたとしても、それはそこで諦めたりはしないよ。そしてファン、あなたとの絆を大事にしたいっていうカップの2番のカードも入ってるので、この出来事があったからより絆が深まるようなことにつながるかもしれません。今まで心配どうしようと思ってたけどやっぱり良かったっていう、そういう意味の復活とか、そのねジャッジメントの意味も入ってるかもしれません。ちゃんと花開くから、だから耐えるときは耐える、慌てない、そういうのが入ってきています。ではオラクルカードたちからもメッセージもらっていきましょう。流れに身を乗る、シンプルであること、そうですね、あまり波を立てないっていうことも必要ですね。では、まず推しからのメッセージをもらっていきましょう。推し様はそのまま進んでもいいよと言ってくれています。あなたのまっすぐさが推しとのご縁を引き寄せる。今のあなたは一つの目標や気持ちに向かって迷わず進もうとしているのかもしれません。たとえ何か不安があっても、やってみたい、信じたいという思いがちゃんと心の中に根を張っています。そしてお日様からのメッセージはこうです。その思い大切にして。あなたの中の決意や勇気は周りの空気を動かす力があります。一つの行動が予想以上の変化を引き寄せたり、状況をぐっと前に進めたりするかもしれません。誰かの顔色を伺うよりも、私はこれでいいと思える選択をしてみてください。自分の言葉、自分のタイミング、自分のペースでいいのです。あなたがブレずに歩んでいく姿は、周りにも、そしてお日様にも安心感と勇気を与えています。そしてお日様とのご縁も、そんなあなたらしい強さを通して強まっていきます。無理にアピールする必要はありません。でも私はこう思ってるよとさりげなく表現していくことが響くきっかけになっていくかもしれません。あなたの真の強さがこれからたくさんの扉を開いていくでしょう。はい、というので、もっと自分らしく自由にいてもいいよっていうことと、波を立てすぎないことっていうのもポイントで入ってきているんですが、お日様からのメッセージは、あなたの思う通りに感じたままに進んでいい、ふわっと明るく優しくね、そういうことが入っているので、ずしっと重くネガティブに動いていくではなくて、ふわっと軽くをイメージしてください。では
お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらのカードですね、テイクアリスク。これは未知の世界、知らない世界へと飛び込む勇気があなた自身の可能性を広げる第一歩となっていきます。そんなメッセージです。この一歩がご縁を近づけるかもしれない。もし失敗したらどうしよう、今のままの方が安全かも、そんな風に迷って気持ちを閉じ込めていないでしょうか。でも心のどこかではもう気づいているはずです。あなたの中に動きたいという気持ちが芽生えてきていることを。今大切なのは大きな挑戦ではなくて、少しだけ勇気を出してみること。例えばずっと気になっていた作品を見てみる。SNS で推しについての思いをちょっとつぶやいてみる。同じファンの人と少し会話をしてみる。そんな小さなアクションが思いがけないつながりを生んだり、推しとのご縁をぐっと近くに感じる瞬間につながることもあります。あなたの好きという気持ちは誰かの心を動かす力にもなりますし、それを隠さずに大事にしているあなたはとても魅力的です。自分の気持ちに正直になって少しだけ一歩踏み出してみましょう。きっとこれからの世界の見え方も変わっていきます。ということで、小さな勇気が世界を変えるというメッセージと、これですね、流れに身を任せる、そして物事をできるだけシンプルにであるので、ちょっとしたことをつぶやくとか、長文とか長さとか重さではなくて、ふわっとした軽さっていうのをイメージしてみてください。このシンプルっていうのも大事なキーワードかなと思いました。ぜひこちらも参考にしてください。今回は推し活シリーズです。推しとのご縁の深まり方、お二人の関係値の変化について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推しとのご縁の深まり方、推しの近況、そして今後お二人はどうなっていくのか、そして推しからのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードで展開していきます。それでは見ていきます。お日様の近況にフールのカード、あなたの近況にカップの4番、そしてこの真ん中の6枚っていうのがお二人の関係値がどう変わっていくのかとか、その全体的なことで見ています。スターのカード、バンドのクイーン、そしてペンタクルの9、カップの9にジャッジメント、そしてカップの2番です。これを見ていると3番さん、お日様から確実に認知されていますし、お気に入りのファンとして見ていただいている可能性があるかなっていうふうに思います。あなたが思っている以上にお日様しっかりと見てくださっていると思います。最近ちょっとあなたの中でこの日常なんかないかなとか、推し活なんかイベント来ないかなとか、中にはちょっとこう退屈っていう感じがするので、最近ね推しの活動についてもうちょっとねこう見せ場があってもいいのになとか、もっと配信してくれてもいいのになとか、そういうこともあるかもしれないですね。だけど意外とあなたの知らないところで推しっかり見てますよっていうのが入ってきていて、あなたの魅力ちゃんと伝わっていますからねっていうのが入ってくるんですね。これは素晴らしい流れなんじゃないかなと思います。で、中にはもうすでにお日様とちょっとしたつながりがある、例えばいいね押してもらったことがあるとか、 DM 返信もらったことがあるとか、それぐらいこうなんか個別にねお話ししたことあるとか、たとえ推しの活動範囲内とはいえお話しする時があったんですとかっていう方もいるかもしれないです。でもうその恋愛関係になっていきたいなっていう風な、そこまで考えているあなたもいるかもしれないですね。
あとはやっぱりお気に入りのファンの一人として見てもらえてるような自覚があって、もしかしたらっていうような、そんなお気持ちでいらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。そしてお日様がね、また会いたいなっていうふうに思っているんですね。なので一回会ったことあるんじゃないかなと思いました。かもしくは連絡取ったことがある、連絡というか、そうですね、活動の範囲内でお話ししたことがあるとか、コメントでやり取りしたことがあるとか、何かこうお日様とコミュニティを取ったことが、コミュニケーションを取ったことがあるんじゃないかなと思ったんですね。そしてまたあなたと話をしたいなとか、詳しく知りたいな、どういう人なんだろうな、どういう人なのかっていうのはもう十分知ってるので、もっと深く話をしてみたいなとか、また会いたいなってそういう気持ちがあるんですね。そしてそれが実現するっていうふうに言われてるので、近々会えるんじゃないかなっていうふうにそこまで思っています。確実にそのお気に入りのファンとして表にはね、もちろん出さないとは思うんですが、名前とかも把握してらっしゃると思いますし、あなたが普段どんな推し活をしていて、どんな発信をしているのかっていうのも全部こう見ていて、お気に入り保存みたいなね、そんな、保存とかもしてらっしゃるような、スクショとか撮ってるような気もしますし、それぐらいこう目をかけてますよっていうのが入っていますね。ルノルマンからもメッセージもらっていきましょう。星のカード、ガーデン。はい、そしてあなた自身を表す宿女のカード。会えると思いますね。近々顔を合わせるとか、あとは、オンラインだったとしても、そのかなり近い距離っていうのを感じます。で、ガーデンっていうのが交流なんです。なのでお日様と交流する機会が訪れるので、もちろんこのスターが入ってる、希望を表すスターが入ってるので、お日様との間において嬉しいこと、ハッピーなニュースですよねが届くと思いますし、交流も行われていくと思います。自分を信じて、あなたのところに嬉しいニュースがやってくる。あとお誘い、イベントのお誘いとか、お誘いというかイベントに申し込んだら当選して推しの近くで見れるとかね、推しを見れるとか、そういうこともあると思います。すごく嬉しい流れなんじゃないかなと思うので、今がっかりしてることがあっても、そうでもないよ、もっとすごいよっていう風に入ってるので、それは伝えてきてくれてるかなと思います。あと自分に自信がないとか、もう近々推しに会うイベントが分かってるんだけど、まだまだ自分は足りてないんじゃないかとか、もっと一生懸命ダイエットしなきゃとか、そういうことを思っている方は、そのままのあなたで十分魅力的にお日様に映ってるから、あんまり無理しないでねっていうのも入ってきています。ではオラクルカード見ていきましょう。こちらのカードはアチーブメント、達成というカードです。何一つね、達成するって言われてるから、やっぱりここもね、願望上手のカップの9が入っているので、嬉しいことあると思うんです。スターもね、ダブルできてるので、お日様との関係においての変化っていうのもあるので、ただ一つね、課題点としてはこのカップの2番、例えばプライベートの関係にはなかなか難しいものがあるが、ただそれ以外の面で言えばお気に入りのファンとして見ていただいているとか、近くで会えるとか、活動範囲内でお日様と1対1で話せるとか、そういうことも入ってきてるんじゃないかなと思うんですね。恋人とかプライベートっていうところになると、ここがちょっとだけ課題点だけど、それ以上に満たされる気持ちになると思います。そしてこちらがレインボーオプシディアン、心を癒すというストーンのカードです。そしてこちらのカードもありますね。これもね、嬉しいことあるよとか、願いが叶うっていう風に言われているカードです。こちらのカードは浄化というカード、夏の雨ですね。雨は復活、そして浄化してクリアな気持ちになるという意味があります。豊かさを示すカードなので、ぜひ自分の中の心を一旦クリアにして、そしてこちらもね、心の浄化や癒しっていうカードも出てるので、心を一旦クリアにして、今不満に思っていることとか、まだ足りていないんじゃないかなとか、こんな自分で大丈夫かなと思っている気持ち、そこをクリアにしていく作業をしてみてください。いいですね。そして近々夏の雨なので、
夏の日に嬉しい出来事があるような気もするし、あなたの魅力っていうのはやっぱり明るさ、笑顔なので、こんな風にね落ち込んでると魅力最大限に発揮できていません。ご自身を信じてくださいね。自分のきらめきを信じてください。まずは推しからのメッセージお届けしていきましょう。じんわりと届いているよというメッセージ。あなたの積み重ねがご縁をそっと育んでいますよ。最近あなたは何かずっと頑張ってきたことがあったのではないでしょうか。それは表面には出ないことだったかもしれませんし、誰かに褒められたわけでもなかったかもしれません。でも推しはちゃんと気づいています。何気ないやりとりの中に込めた思い、迷いながらも前を向こうとしたこと、その全部があなたらしさとして伝わっていて、ご縁を少しずつ温めているのです。今一つの区切りや達成を迎えているあなたに、推しはこう伝えたいのかもしれません。よく頑張ったね、ちゃんと届いてるよと。このご縁はこうして静かに深まっていくものもあるのです。あなたが心を込めたことにはちゃんと意味があります。今感じている満足感や安心感こそご縁が育っている証拠です。少し肩の力を抜いて好きなものを楽しんだり、美味しいものに触れてみたりしてください。あなたが満たされている時ほどご縁も心地よく流れてくるでしょう。そしてあなたのその姿は推しの光にもなっています。あなたの笑顔や明るい発信っていうのが推しを勇気づけてくれています。そしてこちらですね、心を癒していきましょう。浄化が必要ですよっていうことで、水を使った浄化もいいかもしれません。入浴したりとか、手を洗ったりとか、あとはその化粧水とかでお肌の潤いを保つことだったり、ご自身の心が癒されることをしてみてください。そしてこのレインボーも雨上がりですよね。雨上がりに虹が出てくるかのように、やっぱりあなたも今自分の心を洗い流して、そして心にね美しい虹をかけてください。その虹を見て、あ、綺麗だなって思うように、あなたの心にも虹が出てくるんです。その虹を見て、それを何かの形に起こしてもいいと思います。絵を描いてみたりとか、推しに向けたメッセージとして届けてもいいですし、あなたの今感じていることを届けてみてください。そうですね、せっかくその豊かな心、色彩豊かな心を持っているので、それをカラフルに彩ってあげてください。推し活にも十分に活用していくといいんじゃないかなと思います。そして推しがあなたを癒してくれる、そんな存在ですよね。なので推し様の応援をしていると自然と心がクリアになる、そんなあなたもいらっしゃると思います。なので推しに癒される、そして自分自身も自分の心を癒す、それが具体的なアクション。そして推しとのご縁、これから間もなくね嬉しいことが訪れると思いますので、ぜひ楽しみにしてみてください。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからのメッセージです。これはもう手放しのカードですね。手放すことでご縁は再び動き出す。もう少しだけこのままでいたい、そんな思いがふとした瞬間に心に残っていないでしょうか。でも本当はそろそろ次のページをめくるタイミングなのかもしれません。推しとの関係もいつまでも同じではいられないものです。時には一区切りをつけることで、また新しい楽しみや感動が舞い込んでくることもあります。今のあなたに必要なのは手放すこと。それは終わらせることではなくて、整理して余白を作ることです。例えば昔のグッズやメモを見返して気持ちに整理をつけてみる。執着していた投稿や言葉をそっと心の中にしまう。今の自分が大切にしたい推し活って何だろうと見つめ直してみる。そうすることで新しい出会いや感情が自然と流れ込んできます。寂しさや未練もきっとありますが、ありがとう、楽しかったと一度気持ちを緩めてあげることで、あなたの心はきっともっと自由になっていきます。そして気づくと思います。ご縁は消えるものではなくて、形を変えてまたつながっていくものだということを、また再び巡ってきます。ジャッジメントのカードも入っていて、推しとのご縁がまた近づいてくるので、それをキャッチするためにも浄化しておきましょうとか、心を癒しておいてくださいねって、あなたの頑張りはしっかりとお日様に届いています。もっともっと嬉しい、
このカードでは表現しきれないぐらいの嬉しいことがありそうだと思うんですね。で、中にはこんなこといいのっていうふうに思うようなこともありそうなんです。ぜひそれを楽しみにしてください。今の日々過ごしている毎日からガラッと変わること、例えばお日様に声をかけてもらうんです。今まで押してくれてありがとうって、あなたのその応援ずっと届いていたよっていう風に声かけてもらうとか、推しと会う機会があってお話をする機会があって、知ってます、〇〇さんですよね、いつもありがとうございますみたいなことを言ってもらったりとか、そんな嬉しいことがあると思いますので、ぜひここはご自身の魅力に自信を持ってみてください。はい、で今回は推し活シリーズということで、推しとのご縁の深まり方、2人はどう変化していくということで、また会えるよっていうメッセージが一番強く入ってきていました。ぜひこちらをお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。今回は推し活シリーズ、推しとのご縁の深まり方、推しからのメッセージとしてお届けしていきました。今回その推し活シリーズっていうのがとても人気がありまして、推しとの関係性を知りたいですっていうコメントも多くいただいています。本当にありがとうございます。で、推し活シリーズに関してこういうテーマで見てもらいたいとか、こういうテーマ取り上げてほしいっていうのがありましたら、ぜひコメントに残してください。参考にして次の動画にしていこうと思います。よろしくお願いします。で、今回はですね、共通メッセージをもらっていきます。こちらのチベット構想のオラクルカード、白い方からもらっていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージということでもらっていきましょう。2枚もらっていきます。今回は3択で選択肢を用意しました。皆様どれをお選びいただいたでしょうか。はい、こちらの2枚から見ていきましょう。早速開いていきます。心から祈りましょう。今日出会うすべての人の幸せをと出ていますね。そしてあなたの思いは言葉や行動に移せるはずです。そう思っていることがあれば、それを言動に移してみましょう。そして逆にあなたの言動があなたの心を移しています。どんな言動をしているでしょうか。そして今日出会う、今日会った人たち、その人たちの幸せを静かに願いましょう。みんなが健やかでありますようにと。そしてここですね、言動がイコール心につながっている。衝動的になってしまったことないでしょうか。または自信が持てなくなって言えなくなってしまっていた思いなどないでしょうか。もやもやしてしまってどうにかしたいと思っていることないでしょうか。それらが全て心が言動につながっています。よく心と体はつながってるっていう風に聞きますよね。心のサインが体に出てくるよっていう風に、体の不調に出てくるよっていうこと、また逆に心が元気だと体も元気だったりするので、やっぱり心と体つながってるんだな。つまりは心の状態が言動ですよね。言葉や行動として現れやすいんです。最近のご自身がどんな言動をしているのか、もう一度振り返ってみるといいかもしれません、ね。その振り返らなくてもわかる、自分に自信がないとか焦っていたっていうね、すぐパッて出てくる方もいらっしゃると思いますし、いや今自分ね安定してますよって、そういう方もいらっしゃると思いますし、一旦見直してみて大丈夫って思えるんだったら、体も問題ない、心も健康だったら、その調子で応援し続けていってもいいですし、いやー最近無理していたんだよなっていう方は、一旦ご自身の心、体を癒すってことをしてもいいと思います。こちらのメッセージもお受け取りください。では今回も推し活シリーズのリーディング、最後までご視聴いただきありがとうございます。リクエストぜひお待ちしていますので、コメント欄にてお書きになってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。